通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ネットフリックスからの話題になります。以前もね、トランスアジェンダの推進でボイコット騒動に巻き込まれたばかりのネットフリックスですが、今回ですね、すごいニュースが入ってきましたね。ワーナーを買収しますよ。これをですね、プレスリリースで発表しました。するとですね、ネットはね、素晴らしいと歓迎ムードになったと思いますか？ならないんですよ。現在ですね、俳優、脚本、監督それぞれの組合が猛反発しまして、ネットの反応もですね、落胆一色と、こういった状況になってしまっているんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが皆さん、これですよ。ね、今後これがネットフリックスになるかもしれません。なんとですね、つい先日、ストリーミングでおなじみのネットフリックスが、ワーナーを買収するという発表をしました。これ実際に噂ではなくって、プレスリリースでこれを発表したんですね。で、このネットフリックスに関しましてはですね、以前もこちらの動画でお伝えしましたが、非常にね、人気のストリーミングプラットフォームであるというのは間違いないんですが、その一方、めちゃくちゃお目覚めになっているメディアとしても知られておりまして、特にね、LGBTQ、トランスジェンダーに関しては完全擁護、そして推進の姿勢というのを強く打ち出しているメディアとして知られているんですね。故にネットフリックスの作品というのは非常にお目覚めになっていると言われているんですが、ワーナーの作品たちがみんなネットフリックスに行ってしまうのかと、このような形でネットが大騒ぎになっていると。じゃあまずこちら実際のね、ネットフリックスからのプレスリリースになります。ディスカバリーグローバルの分離後、総企業価値827億ドル、株式価値720億ドルでネットフリックスがワーナーをアクワイアということで、早速ですがこちらですね、アクワイアとあります。こちらが本日のキーワードになります。Acquire。何かを手に入れること、獲得することということで、こちらね、アクワイアというのは取得するという意味になるんですね。で、今回はですね、特にその中でもこちらですね、ここね、ビジネスとありますが、企業や不動産を買うこと、または企業の株式を購入することということで、この場合ですね、買収するという意味になるんですね。で、買収と言いますとですね、以前も勉強しましたが、バイアウト、こういったワードもあるんですが、この場合はね、同じ買収でも再建するために買収する、こういったニュアンスになるんですが、こちらね、アクワイアっていうのはもっとね、ジェネラルな買収、一般的な買収ですね。シンプルに獲得する、こういった意味合いで使われる単語となっています。で、よくね、カード会社の話題になると、アクアイアラっていうワード出てくるでしょ。あれはカード会社と加盟店の間に入っている業者ですね。あれをアクアイアラって言うんですが、あれはね、加盟店を開拓し、獲得している。だからアクアイアラと考えると、ニュアンスがわかりやすいんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、ディスカバリーグローバルの分離後、総企業価値827億ドル、株式価値720億ドルでネットフリックスがワーナーを買収する。この現金とキャッシュによる取引は、ワーナー株1株当たり 27.75 ドルで評価され、総企業価値は約827億ドル、株式価値720億ドルとなる。このね、827億ドルは、これね、13兆円弱です。この取引はすでに発表されているワーナーのグローバルネットワーク部門、ディスカバリーグローバルを新たな公開企業として分離する手続き完了後にクロージングされる予定であり、その完了時期は現在2026年第3四半期と見込まれている。ということで、ちょっとね、ここまでを整理いたしますと、今回ね、2つの数字が出てきました。ここね、827億ドルと720億ドル。これはですね、このワーナーの価値というのは、株式価値として720億ドルになるんですが、このワーナーですね、現在負債を抱えておりまして、今回ネットフリックスは、そこももろもろ引き受けますよ。こういった買収になるので、そこを含めると827億ドルになるということです。これがこの2つの数字の意味ですね。で、ワーナーのグローバルネットワーク部門、ディスカバリーグローバルを新たな公開企業として分離すると。これは何かと言いますと、このネットフリックスはですね、ワーナーの全てを買い取るわけではなくって、つまりケーブルテレビなんかはね、そもそも業種が違うので、ネットフリックスいらないんですね。なので、ここは別企業として分離します。この手続きが完了次第、取引が行われますよと。で、この時期は来年ですね、2026年第3四半期になる予定ですと。こういったお話なんですね。そしてこの下ね、これによりどんな作品がネットフリックスのものになっていくのか。この買収により、2つの先進的なエンターテインメント企業が結びつき、ネットフリックスの革新性、グローバルな拡大力、ワーナーの1世紀にわたって築いてきた世界トップクラスのストーリー制作の伝統が統合される。ゲームオブスローンズ、オーズの魔法使い、DC ユニバースといった愛され続けるフランチャイズ、シリーズ、映画がウェンズデーやペーパーハウスなどを擁するネットフリックスの豊富なラインナップに加わり、世界中の視聴者にこれまでにないエンターテインメント体験を提供する。
ということでですね、皆さん気になるところはね、この中だと何でしょう、DC ユニバースですかね。もうね、ここではっきり言ってます。DC ユニバースがうちに来ますよ。ね、どうですか？やったーと思う人もいるかもしれませんが、勘弁してくれよと思う方もいるかもしれませんね。で、先ほどね、ゲームオブスローンズの話も出ておりましたが、これですよ。ワーナーを買収するというこの中には、ワーナーの HBO Max も含まれているんです。ネットフリックス、ワーナーと HBO Max を827億ドルで買収へ。この買収劇は数週間にわたる入札合戦の末に行われたもので、その競争はストリーミング大手であるネットフリックスとデビッド・エリソン率いるパラマウントスカイランス、そしてコムキャストを競わせる構図となっていた。木曜の夜、ネットフリックスがワーナー及び HBO Max に関する取引でワーナーとの独占交渉に入ったことが報じられた。ネットフリックスは映画の劇場公開を含めワーナーの現行事業を維持し、その強みをさらに伸ばしていく予定だと述べた。現在、ワーナーは2029年まで映画を劇場公開する契約を結んでいる。短期的にはネットフリックスは HBO Max を独立したサービスとして存続させる姿勢を示しつつ HBO および HBO Max のコンテンツを自社ラインナップに追加することを強調した。ねえ、恐怖ですね。ちょっとね、これに関しては後ほど触れますが、これまでのね、ネットフリックスのやってきたことを考えると、名作の数々を生み出している HBO Max がね、以前もね、少しお話ししました、ザ・ピットもね、あれ Max でしょ。ここで言ってる HBO Max っていうのは、つまり Max のことですから、あれがね、すべてネットフリックスに移行すると。するとですね、これを受けまして、こちらですね、WGA、脚本家組合が懸念を表明しました。ネットフリックスによるワーナーディスカバリー買収に関する共同声明。ということで、こちらね、ブルースカイアカウントになりますが、世界最大のストリーミング企業が最大級の競合を飲み込むことは、本来、反トラスト法が防ぐために設計された行為である。その結果、雇用は失われ、賃金は押し下げられ、すべてのエンターテインメント労働者の労働環境は悪化し、消費者価格は上昇し、視聴者が享受できるコンテンツの量と多様性は減少するだろう。テレビ、ストリーミング、劇場で視聴できる作品をわずかな巨大企業が厳格に支配している状況により、業界労働者も一般の視聴者もすでに影響を受けている。この合併は阻止されなければならない。ということで、何かしらのね、ヴィランの声明のようですが、もう明確に言ってます。この合併は阻止されなければならないと。これね、脚本家組合です。そしてこちら、サグアフトラ。俳優の組合ですね。サグアフトラは立場を示す前に、ネットフリックスとワーナーの間の取引について、完全かつ徹底的な分析を行うと述べたが、この合併は非常に重大な懸念を引き起こすとも警告した。サグアフトラはネットフリックスがワーナーの争奪戦に勝利したというニュースについてコメント。予想通り俳優組合は快く思っていない様子だが、現時点では正式な立場を取ってはいない。その代わり組合はこの取引の可能性について多くの重大な懸念を引き起こすと述べ、組合幹部はそれらに対する回答を求めていくとしている。この売却は両社の株主の財務的利益にはかなうかもしれないが、エンターテインメント業界の将来、そして生計やキャリアをそれに依存しているクリエイティブな人材に広範な影響を及ぼすのは確実であると組合は金曜に発表した声明で主張した。ということで、こちらのね、サグアフトラに関しては脚本家組合ほどではないですが、大きな懸念を表明していると。で、これね、まだあります。脚本俳優ときたらね、こちら監督組合ですね。会長クリストファー・ノーラン率いるアメリカ監督組合は、ネットフリックスによるワーナー買収に関する重大な懸念点に対処するため、ネットフリックスと会合を行う予定である。ということでね、こちら記事にもなってるんですが、つまりこれはね、先ほどのね、サグアフトラとスタンスが同じです。この買収に関しては、重大な懸念点というのがあって、これについてのネットフリックスとの会合を開く予定だと。そしてなんとね、皆さんここまで脚本家組合が来ました。俳優の組合が来ました。監督の組合が来ました。次は何ですか？はい、映画館です。こちらですね。シネマユナイテッドは伝統的なハリウッドスタジオであるワーナーの買収案に反対している。これは反対していると。で、ここに関してはですね、非常に口調が強いものとなっておりまして、シネマユナイテッドは全50州で3万兆、さらに海外で2万6000の映画スクリーンを代表する世界最大の劇場業界団体であり、ネットフリックスによるワーナー買収案への反対を本日表明した。この買収案は世界の劇場業界に前例のない脅威をもたらす。すごいでしょ。前例のない脅威だと。この買収による悪影響は最大手のシネコンから地方の1スクリーンの映画館に至るまで米国内外のあらゆる劇場に及ぶだろうとシネマユナイテッド会長兼 CEO のマイケル・オレアリーは述べた。ネットフリックスがこれまで明言してきたビジネスモデルは劇場上映を支持するものではなく事実その逆である。
規制当局はこの取引の詳細を精査し、消費者、上映事業、そしてエンターテインメント産業全体に及ぶ悪影響を理解しなければならない。ということでですね、映画館側はこれに対してね、一番強い口調で批判していると。こういった状況なんですね。じゃあなんでね、ここまで業界が反対するのか、特に映画館ですね。なんでここまでネットフリックスを嫌悪するのか。これにはね、明確な理由があります。それがね、こちら、ネットフリックスのね、共同 CEO。これが原因なんですね。ネットフリックスの CEO、テッド・サランドスは、映画館のモデルは時代遅れであり、国の大半の人々は、複合型映画館まで歩いていくことができないと述べた。テッド・サランドスの最新インタビューは気軽な質問から始まった。ハリウッドを破壊したんですか？いや、私たちはハリウッドを救っているところだよ。とネットフリックスの共同 CEO は笑顔で答えた。低迷する世界興行収入を例に挙げながら、サランドスはこう付け加えた。それは何を示しているのか、消費者は何を伝えようとしているのか、つまり映画を自宅で見たいってことなんだ。スタジオと映画館は映画を45日間劇場で公開する権利を守ろうと争っているが、それは視聴者の行動や好みと完全にずれているんだ。サランドスはまた、私たちは今過渡期にいると述べ、こう続けた。人々はこう考えて育ってきた。巨大スクリーン用に映画を作って見知らぬ観客に見てもらい、2ヶ月間劇場で上映され涙し、それが満席になる。だがそれは時代遅れの概念なんだよ。ということでですね、もう説明不要ですね。なんで映画館がこの人を嫌うのか、なぜネットフリックスを歓迎しないのか、こういうことなんですよ。このネットフリックスというのはストリーミング業者ではあるんですが、人がね、映画館で映画を見る。この体験自体をストリーミングに持ってこようとしてるんですね。そりゃね、この劇場体験というのを非常に重視しているノーランとしても重大な懸念は抱きますよね。そりゃそうだという話だと思います。これは大きな動きだ。クリストファー・ノーラン率いる監督組合が介入するということは、その懸念が本当に深刻だということだ。ネットフリックスがワーナーを掌握すれば、映画の制作と配給の形が再編される可能性があるため、組合が監督たちの保護を求めるのは当然だ。あらゆる手段を使って彼らを止めてくれ。ノーラン、最後の守護者。彼こそが私たちのヒーローだ。ハリウッドはもう終わりだ。50年代、60年代、70年代にテレビと戦ってきた。80年代、90年代にはビデオデッキと、2000年代には DVD と、そして今はストリーミングと戦っている。人類はネットフリックスと戦わなければならない。この方もね、言っておりますが、クリストファー・ノーランよ、我々を救ってください。あなたは我々の唯一の希望です。というポストが見てください。これ、17万いいねを集めるというね。こちらもそうですね。巨大な 70mm IMAX スクリーンでのインターステラー。そしてね、このポストを引用しましてこちらです。ネットフリックスはこれが iPad で映画を見るのと同じだと思わせようとしていると。するとですね、これすごいですよ。これ見てください。はい。39万いいねを集めているということで、多くの人がね、このネットフリックスの思想というのに懸念を抱いていると、こういうわけなんですね。そしてね、こちらにもあるんですが、これね、ニューヨークタイムズからの引用ですね。ネットフリックス共同 CEO、テッド・サランドスは、バービーもオッペンハイマーも、ネットフリックスで公開されていても、同じくらいの大ヒットになっていたはずだと述べた。映画そのものが、全ての人にとって大きなスクリーンで見た方が優れていると言える理由はない。息子はアラビアのロレンスをスマホで見ていたよ。ということで、これがね、先ほどのポストに繋がっているんですね。なので、基本的にこのね、ネットフリックスの CEO というのは、映画館、その映画上映という体験に対してのリスペクトはないということですね。あんなのはスマホでいいんだと。こういった思想なわけですね。どうですか皆さん。この CEO 率いるネットフリックスが今、あの老舗の映画スタジオを買収しようとしていると。だからどれだけこれがインパクトがあるのかというのがわかるんじゃないかなと思います。ちなみにね、これCEO はね、全く気にしてない様子ですが、映画とテレビではですね、そもそも撮影される段階で画角というのが違うんですね。映画っていうのは巨大なスクリーンで見るのを前提に作られておりますので、結構ですね、引きの絵で周りのね、自然を大きく見せたり、リッチな絵作りというのができるんですが、これをね、そのままテレビに持ってきてしまうと、そこで何が起きているのかがわからないんですね。なので根本から画角というのが違うんですよ。おそらく見てらっしゃる皆さんもどこかでね、絵を見た時に映画っぽいなとかテレビっぽいなって感じるのは結構ね、それ影響してるんじゃないかなと思います。なので今後ね、ワーナーの作品はテレビでストリーミングすることを前提に撮られますよということになったら、もう撮影の段階からね、テレビ用にちっちゃい画面向けに撮影すると、このように変わっていく可能性はあるんじゃないかなと思います。で、現在はこちらですね、この方はニューヨークポストのコラムニストです。こんなこと言われておりまして、この取引が規制審査を通過するよりもワーナーが
58億ドルの破談手数料を受け取る可能性の方がはるかに高い。匿名を条件に語ったトランプ政権の規制当局者と。ということで、現在ね、この買収というのは、独占禁止法ですね。これに抵触するんじゃないかということで、これね、まだ決まった話ではないので、最終的にはね、トランプがこれを許可するかどうか、こういったところになるのかもしれません。故に、このネットフリックスはですね、あらゆる組合にこれね、懸念を表明されるか反対されておりますので、このあたりの接種をうまくやらないといけないということなんですね。こちらね、ネットフリックスはまさにこれを伝えています。そしてね、もうこの下すごいですよ。ネットフリックスのスノーシリーズ。こちらね、超大作の映画が近日公開と。ここね、ラプンツェルです。この人はね、ウィル・スミスのね、妻として知られておりますが、ネットフリックスではね、大変物議を醸しました。クレオパトラってあったでしょ。クレオパトラを黒人にしてしまったとしてね、国から怒られたという、あの作品です。制作組織なんですよ、この人。仕掛け人なんですね。フレンズの再放送は2026年に予定しています。出ました。ネットフリックスリメイク版ハリーポッターと。そしてこちらです。イエーイって言っておりますが、ネットフリックス版北極熊。ちょっとね、色が変わっちゃっておりますが、で、これも定番ですね。はい。ネットフリックス版イーロン・マスクと。こちらもそうですね。今後ね、ハリーポッターこうなっていくんじゃないかと。だから今言われているドラマ版ね、シーズンが進むごとに、こうなっていく可能性ありますね。はい、ということで本日はですね、先日発表されましたネットフリックスのワーナーの買収発表。これを受けまして、業界団体や各組合が大きな懸念を表明しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。さあ、どうですか皆さんどう思います実際。ぜひね、コメントで教えていただきたいですが、福田はね、正直やっぱりね、お目覚め方面では結構やっぱり怖いなと思いますよ。ネットフリックスがね、ワーナーを掌握するというのは、本当恐ろしいことだなと、正直思いますね。これね、だいぶ前の話になりますが、すっごいわかりやすい例がありましたよね。こちら皆さんご存知ですか？サバイバー、運命の大統領というね、キーファー・サザーランドが24から一転しまして、自身がね、大統領役をやるとして、大変話題になりました。福田ね、これすごい好きで見ていたんですけど、これね、もともと ABC からね、放送されていたんですが、シーズン2で打ち切りになってしまいました。するとですね、この権利をネットフリックスが買ったんですよ。徳田ね、ありがとうネットフリックスってちょっと思いましたよ。なんですが、これでね、シーズン3が制作されてみたら、すごかった。ここまで目覚めるかというぐらい、明確にお目覚めになってしまいまして、速攻打ち切りが発表されたというね。で、これね、感じていたのはやっぱり福田だけじゃなかったようで、こちらですね、レディットにあるんですが、これすごいですよ。サバイバーシーズン3はテレビ史上最悪のシーズンの一つかもしれない。で、ここにね、書いてあるんですよ。あまりにも露骨なリベラルアジェンダの押し付け。誤解してほしくないが、少数派の描写や代表性を作品が取り入れること自体は本当に評価している。ただ、なぜほぼ全てのストーリーラインが人種差別、ホモフォビア、トランスフォビアなどのテーマにならなければならなかったのか。各エピソードごとに頭を殴られているような感覚だった。それだけではない。大統領は無所属で中道という設定じゃなかったのか。シーズン3の終盤になる頃には、むしろリベラルすぎて民主党から追い出されるレベルだった。ということで、もう本当に露骨ですごかったんですね。やっぱりね、シーズン3っていうのはなんかの鬼門なんですかね。以前ね、ちょっとだけお話ししました、医療系ドラマのね、ニューアムステルダム。これね、ネットフリックスではないんですが、これもね、シーズン3から表変いたしまして、これまでそんなのね、一度もやってないのに、普通のドラマだったんですよ。なんですが、急にですね、第4の壁を破って、こちらをギッと見まして、出演者たちがですね、人種差別について語り始めるんですよ。もう何を見せられているのかなと思ってしまいましたが、ね、皆さん、DC、今後ね、どのようになっていくんでしょうか。で、先ほども言いましたが、これはね、まだ決定ではありません。ネットフリックスは買収しますと、こういった発表をしましたが、実際はね、これから乗り越えないといけない壁、たくさんあるんじゃないかなと思いますので、また何か進展がありましたらね、お伝えできればなと思っております。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。